皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は7月17日土曜日、第45回目です。 GHQ の占領政策1回目、公職追放の恐怖2回目になります。日本の再建を阻む粛清の嵐です。本日のポイントです。 GHQ の占領政策は日本にとって良かった。もしそう思われているなら、皆様は今も米国の罠にかかったままです。焼夷弾による都市の無差別爆撃や原爆投下という非道な手段で日本を敗戦に追い込んだアメリカです。戦後の日本のために立派なことをしてくれたと考えるのはあまりに甘すぎます。アメリカの日本占領政策は欧米人が何百年も行ってきた抑圧の植民地政策そのものでした。この現実に私たちはいい加減目覚めなければなりません。二度と米国に歯向かうことのないようにし、日本を最大限利用する目的以外ありません。日本を弱体化する占領政策の第一が公職追放です。これは日本の再建に必要な人材を追放する粛清の嵐、恐怖でした。ここからは日本 .com 占領期最大の恐怖、公職追放、斉藤勝久著、これも参考にさせていただきます。14回の素晴らしいシリーズです。戦後初の総選挙で第一党となった自由党の鳩山総裁は、内閣組閣の矢先、天皇陛下にご報告する直前、GHQ からの直接指令で追放されました。戦勝国が鳩山氏の発言を問題にして強権発動した見せしめのパージ、追放でした。写真は通知書を手に我が目を疑う鳩山氏です。日本軍の武装解除とともに、日本人の精神的武装解除も目指しました。GHQ に非協力的な人物を追放し、GHQ に友好的な議会を作れば、占領がうまくいくと考えたのです。これは中央政界を直撃しました。公職追放研究の第一人者、松田博立正大学名誉教授は、こう解説されています。GHQ は保守勢力を削ぎ落とし、社会党など革新政党などの有利な状況を作り出そうとしました。こうして466人の全議員中8割を超える381人が失格となり、政界は大混乱に陥りました。敗戦の翌年、1946年、正月明けの4日、日本人が久しぶりの平和な気分でお正月を迎えた矢先のことです。GHQ が極秘で作成した第一次追放指令が発令されました。その1年後、1947年の正月明けに地方、経済界、言論界を対象にした大規模な第二次公職追放令が公布・施行されました。特に地方の対象は市町村レベルに拡大され、町会長まで追放される厳しいものでした。中央と同じように地方の戦前・戦中派を一掃しようとするものでした。事前に辞職した者やその家族を含めると全国で100万人に及ぶ人々がパージ、つまり追放の嵐に巻き込まれていきました。これ一つとってみても GHQ が日本の復興を思ってしたことではないことは明らかです。この時 GHQ に最も抵抗したのが内務省小林よそじ事務官でした。彼は軍人による戦争には負けたが、歴史と伝統を保持する日本は
潰れてはいないぞという気概がにじみ出ていました。無理難題をふっかけてくる GHQ と戦った小林は、説明のつく限りは一人でも多く追放から外す気骨のある人物でした。後年、事務次官となり、日本テレビや読売新聞の社長となっています。頼もしい限りです。追放の範囲が拡大されたことで、昭和天皇の苦悩は深まり、公職追放のことをしばしば話題にされるようになりました。第二次公職追放令が出てから半月後、昭和47年1月20日、マッカーサー会見の際、米国に恩赦、特赦を期待すると述べられています。マッカーサーの通訳を務めた寺崎氏と面会した際、鈴木貫太郎元首相は平和主義者であったのに、と不満を漏らしておられます。耐え忍んだ昭和天皇が3年後の1950年、公職追放の緩和が日米双方の国益に好ましい影響を与えるとのメッセージを米国政府に送られました。一方、米国政府内の考え方にも変化が起こります。将来の対争、対立に備え、日本の政界、財界、軍人など、旧指導者層をできるだけ温存すべきであるという声が高まります。そして、米国政府は、米ソが冷戦時代に本格的に突入する1948年から、日本の弱体化の方針を転換します。日本が反共の防波堤となり、日本を経済的に独立した同盟国となるよう、再構築を目指し、パージ、つまり追放の終焉に向けて動き出します。GHQ 内部でも対立が起きます。日本の占領初期から二大勢力に根強い対立がありました。その一つは、社会主義的思想を持ったニューディーラーたちです。ルーズベルト大統領の側近で、ニューディール政策を推し進めたグループです。その中心人物は、占領政策を担当した民政局次長のケイリス大佐でした。もう一つのグループは、職業軍人たちのグループで、日本の旧指導者たちを温存しようとした現実主義的な勢力です。その中心は、諜報活動や検閲を担当した参謀第二課、部長、ウィロビー少将で、日本の安定を求めて、パージ、追放の拡大に抵抗していました。彼は次のように述べています。この裁判は史上最悪の偽善だった。こんな裁判が行われたので、息子には軍人になることを禁止するつもりだ。なぜ不信を持ったかというと、日本が置かれていた状況と同じ状況に置かれたのなら、アメリカも日本と同様に戦争に出たに違いないからだ。彼はまた、民政局の徹底した非軍事化、民主化策が日本を弱体化させ、ソ連が介入してくると警告を鳴らし続けました。また東京 GHQ とワシントン、米政府との対立も始まります。その中心となったのが、米国国務省の政策企画室長、ジョージ・ケナンです。後に彼は、冷戦期の大層封じ込め戦略の立役者となり、米国の対外政策に大きな役割を果たしたことで知られることになります。彼は当時の日本を米ソ関係で地理的かつ戦略的重要な位置を占め、国際政治学や極東の軍事、工業の両面でも潜在的大国であり、共産化された中国とは比較にならないほど米国にとって重要な国家だと見ていました。このため米政府は GHQ への指令を日本の経済的自立のためになるよう変更すべきで、
パージ政策、つまり追放政策などは日本の安定に反するから、即時中止すべきと強調しました。ケナンは日本の経済復興に対する強い関心から、日本の共産化を防げる政財界の指導者の追放を心配しました。冷戦の視点からも、日本の保守勢力が指導力を回復することを重要視しました。日本の改革よりも安定を重要視し、日本経済の復興を推進するケナンの提案が国務陸軍省で承認されると、パージ政策の見直しが国務省極東局で検討され、明らかに行き過ぎと判断されました。米政府の対日占領政策転換に関し、もう一つ注目すべき動きが舞台裏にありました。地方や経済界に広がった第二次公職追放令が出た1941年1月、ニューズウィークが日本での占領政策は失敗に次ぐ失敗であった。活動的で有能であり、共産主義の脅威に対して米国と共に戦う意思を持つ日本人実業家3万人が新しい公職追放令で仕事から外されようとしていると、マッカーサー批判の記事を掲載しました。その後も GHQ のパージを批判する記事が続きました。このキャンペーンの中心は、ハーバード大学出身でニューズウィーク誌外信部長の肩書きを持つハリー・カーンです。彼の盟友であり、日本生まれで、日本語もうまく、日本に人脈を持つパケナムを終戦の翌年1946年に東京支局長として送り、GHQ 占領政策の問題点を取材させて、反マッカーサーの一大論争を巻き起こしました。カーンは日米開戦時の駐日大使で、開戦回避や終戦交渉に尽力した元駐日大使グルーラと共に、1948年6月、本国で対日ロビー活動を行う圧力団体、アメリカ対日協議会を結成します。ワシントンの対日占領政策転換に影響を及ぼすことになります。カーンの狙いは、あくまでも反マッカーサー運動の強化で、日本のためというものではありません。ここは大切なポイントです。あくまで政治構想です。ジャパンロビーを組織して反 GHQ、反マッカーサー運動を推進し、国務省と陸軍省の間を取り持って、パージをはじめ、対日占領政策を転換させた一人です。しかし最終段階の追放解除に立ちはだかったのがマッカーサーですが、トルーマンによる解任で、日本に覆いかぶさった重しは、やっと取り除けられたのです。ここで私たちは、米国の占領政策に翻弄されてきた戦後の日本の姿を見ることができます。実はこれは戦後75年経った現代も変わっていないことに驚きます。果たして日本は独立国であろうかと抵抗できないほどの圧力で GHQ が占領政策を押し付けてきたことは理解できます。しかし GHQ が去った後も押し付けられた日本国憲法をはじめ国防や教育など様々な政策を見直し、日本人自らの手で再建しようとしない姿勢こそ、日本は独立国であろうかと疑問を持つのです。少なくとも世界をリードし、アジアを解放した戦前戦中の日本ではありえないことでした。米国にとって正義とは普遍性のあるものではありません。日本にとった政策の急転換こそ米国の本質です。あくまで米国の正義とはアメリカファーストの土台の上に成り立つものでしかありません。さて、2000年前、表向きは宗教心に熱心と思われていたユダヤの指導者の実は
見せかけで矛盾だらけの価値観をただ一人批判された方がおられました。それがイエス・キリストでした。キリスト教国と呼ばれる近現代の欧米と二重写しに見えるのです。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人。お前たちは発火、イノンド、クミンなどの10分の1を収めているが、律法の中でははるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。新約聖書マタイの福音書23章。当時の指導者たちは形だけの信仰で宗教行事は落ち度なく守っていました。しかし最も大切な正義と憐れみと誠実はなおざりにされているとイエスは指導者を糾弾されました。欧米社会はキリスト教に深く影響を受けていると言われていますが、その実を否定している点が多いのです。イエスの時代と同じではないかと思われます。特に正義はなおざりにされてきました。この正義が崩れますと、すべては自分たちに都合の良い解釈に終始します。人は神のもとに平等であると唱えても、あくまで白人のための平等であり、そこに有色人種は含まれていません。何ということでしょうか。フランス革命でも、アメリカの独立宣言でも同じです。これを本当の正義と言えるでしょうか。あまりに身勝手な論理です。有色人種を人間と思わない何百年の植民地支配に矛盾がない理由です。非常に大切な点だと私は思います。正義の基準が自己中心である限り歪んでおり、それを矛盾と感じないのです。これが欧米社会のキリスト教だと私は思います。日本人はこの矛盾を見抜いているのです。日本人の方が崇高です。キリスト教は結構ですと日本人の多くが言う理由です。聖書の真髄が実は日本人に染みついています。私が毎回日本人こそ聖書の民だったと申し上げる理由がここにあります。新渡戸稲造は武士道の中で義について次のように記しています。図理策略が戦術として通用し、露骨な偽りが戦略として通用していた時代にあって、率直で正直なこの男らしい徳、つまり義は最上の光り輝く宝石であり、最大級の賛辞を受けるのだった。日本人が唱える平等とは、白人も有色人種も等しく人間として捉える平等でした。日本は世界を侵略する意図など初めからなく、互いに共栄共存を目的としていました。アジアを侵略したのではなく、それらの国民にとって最高のもの、独立を勝ち取るために共に血を流したのです。この日本が、早くは秀吉が欧米列強諸国の植民地政策に気づき、朝鮮出兵を始めました。同様に、近年ではアジア大陸を共産化しようとする共産主義に対抗し、中国大陸に出ていき、アジアの防波堤となりました。長年抑圧されていたアジアを解放するため、日本と共に戦うよう促し、その結果、彼らの独立心に火がつきました。それが大きな力となったからこそ、欧米の植民地支配が終わったのです。このような広い視点は、欲得に絡んでいては持つことはできません。改めて、正義と憐れみと誠実の重要性を覚えるのです。これこそあらゆる時代、すべての民族に必要な普遍的真理であり、日本人の最も大切にしてきた精神です。私たちには
忘れてはならない。どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは正義でした。それではお知らせです。次回、第46回目、7月24日土曜日、毎週土曜日の予定です。GHQ の占領政策その1、公職追放の恐怖3回目になります。マッカーサーをひっぱたいた日本人です。自民党の総裁にもなった石橋湛山はマッカーサーの占領政策を批判しました。アメリカの新聞はマッカーサーを初めてひっぱたいた日本人という見出しで報じました。 GHQ の最高司令官マッカーサーに立てつくなど恐れ多くて誰もできない時代に、彼は堂々と正義を訴え、マッカーサーを批判し、公職追放の受け目に遭いました。しかし一歩も退くことなく、アメリカのマスコミに訴えて、アメリカ議会をさえ動かし、マッカーサー解任に貢献しました。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございました。